皆さんこんにちは。これからピュア Ruby は暗号化されたバイナリプロトコルの夢を見るかという話をしようと思います。よろしくお願いします。私はうなすけと言います。東京でフリーランスのウェブアプリ開発者として働いています。主に Rails によるウェブアプリケーションの開発をする仕事をしています。他には板前ジェムのメンテナをしたり、会議オン Rails のスタッフをしたりなどもしています。この会場の Wi-Fi アクセスポイントの設置をお手伝いしたりもしました。本題に入る前に宣伝をします。明日3日目、トークが終わった後に Pixiv さんによって開催されるRuby Music Mix-In というイベントで DJ をします。残念ながら会場の定員に達してしまっているのですが、配信もあるようなので、もし聞いてやってもいいぞという方がいたら配信を見てくれると嬉しいです。以上宣伝でした。早速ですが、Ruby は暗号化されたバイナリプロトコルの夢を見るかについては、そこには厳しい現実があると言わざるを得ないでしょう。今日はそのような話をしようと思っています。まず、エンクリプテッドバイナリープロトコルとは何かということですが、これはクイックのことを指します。改めてクイックについて軽く説明しておきます。クイックは2021年5月にRFC9000 などによって標準化された UDP によって通信を行うプロトコルです。現在広く使われている HTTP2 は TCP による通信を行いますが、より高速な HTTP3 ではクイックによる、つまり UDP での通信が行われます。TCP と UDP の違いについても少し説明します。TCP は通信相手との間にコネクションを作成してから情報のやり取りを行うプロトコルで、通信の効率は悪いですが、ロストしたデータの再送をしてくれるといった確実な通信が行えます。対する UDP は通信相手との間にコネクションを作成することなく、いきなりデータを送信することができます。そのためTCP よりも通信の効率は高いのですが、一方で再送制御などはなく、信頼性は低いプロトコルになっています。そのような特徴があるため、UDP は音声通話などの多少の情報の欠落よりも速度を優先したい場合に使われてきました。しかし、クイックにおいては TCP のような情報の欠落の検出とその再送要求を UDP の上に実装することによって、高速かつ信頼性のある通信を行うことができるようになっています。さて、私は昨年の Ruby 会議においても発表の機会をいただき、そこで Ruby でクイックを実装することについての発表をしました。その時はラクターを使用したクイックの実装が可能なのかどうかということについてお話ししました。なぜラクターなのか、なぜクイックなのかという話については、昨年の発表を見ていただくとして、今回の発表ではラクターの話は出てきません。理由はラクターを用いた実装を一旦は諦めたからです。ラクターを利用した実装を諦めた一番の理由ですが、実装が難しいのです。通信プロトコルを実装した方がこの中にどれほどいらっしゃるのかは分かりませんが、そもそも通信プロトコルの実装というのは難しいものです。そこにラクターという新しい概念を加えて実装するのはさらに難しいことは想像に難くないでしょう。さらにラクターはそれを使った場合のデバッグが困難です。Ruby3.1.2 の時点でラクター内部では PP によるプリティプリントができません。
このラクターが関わってくる部分の開発体験については、デバッグジェムが将来的に解決してくれることを期待しています。しかし、いずれにせよ、現時点では困難です。2頭を追う者は1頭も得ずというように、一度に2つの問題を解決するには、当然ですが、1つの問題を解決するよりもとても困難です。なので、私は一旦ラクターを使うのをやめる判断をしました。まずはナイーブに素朴にクイックの実装を行うことにし、ラクターを使った実装に移植するのはその後に行うことにしました。というか、その後に行うことにしようと思っています。もしかしたら何回か実装することで1回目よりもいいものができるかもしれません。将来的にラクターに移行させることもあって、実装に関してはなるべく依存するライブラリが少なくなるように、そして C や Rust での拡張ライブラリを使わず Ruby のみで実装するという方針で開発を進めていくつもりです。では、クイックの実装についての話に入りましょう。通信に必要なことは何でしょうか。相手からメッセージが届いたら、その内容を読み取り、理解し、こちらの返答を組み立て、相手に送り返します。これを繰り返すことで通信ができます。具体的な例を出すと、このようなデータが何らかの方法で届いたとします。皆さんはこれを見て、これは JSON だなと判断し、Ruby の場合はこのようなコードで内容を読み取ることでしょう。この例のような JSON として解釈できる文字列が届くので、同じく JSON として解釈できる文字列を返してほしいというような一連のやり取りに関する決め事をプロトコルと呼びます。さて、クイックというプロトコルではどのようなメッセージが届くのでしょうか。それはこうです。おおよそ私たちが見てその意味を読み取ることはできません。これはそのメッセージの内容がバイトごとに ASCII 文字に変換できる形式で送られてくるのではなく、各バイト、場合によってはさらに細かいビット単位で仕様に従って意味を解読していく必要があるためです。これをどのように読んでいくべきかなのですが、これは昨年の発表と同じものなので、今回じっくり解説はしませんし、皆さんにもしっかりと読んでもらうとは思っていません。ですが、その雰囲気だけでも感じてもらうために載せています。これをこう分割して、それぞれの内容がこうなっていて、でこうしてこのように読んでいく必要があります。これで最後ですね。これもありましたね。難しかったですね。で、このようなデータをビット単位で読み取るにはどのような方法を使えばいいでしょうか。ここに Hello という文字列があります。これをビット単位に分解するにはこのようなコードによって行います。Hello という文字列、ストリングクラスのインスタンスに対して unpack1 というメソッドに baster という引数を渡して呼び出すことで、それをビット表現にした文字列を得ることができます。そう、文字列、ストリングクラスのインスタンスが返ってきました。ということは、これに対して再び unpack1 を呼ぶこともできます。つまり、容易に変換を複数回行ってしまうというミスを非常に犯しやすくなっています。事実、私は実装の過程でこのようなミスで何日か溶かしてしまいました。では、他の言語による実装では、このバイナリデータをどのように扱っているでしょうか。クイックはいくつかの言語による実装が存在します。今から見ていくのは Java、Go、Rust、Python による実装です。他にも C 言語、Haskell、Jig による実装も存在しますが、長くなるので割愛します。クイックは Java による実装です。
クイックでは Java NewIO バイトバッファーやバイト型の配列を使用してパケットのデータを扱っています。この辺ね。クイック Go はその名の通り Go による実装です。Go にはそもそもバイト型が存在していることもあり、クイック Go の内部でもパケットのデータはバイトの配列として保持しています。キッシュはクラウドフレア社が開発しているラストによる実装です。キッシュではアンサインド8ビットの整数型で受信したデータを内部で取り扱いしやすいようにラップする構造体を定義していますが、基本的にはアンサインド8ビット整数型の配列として持っています。IOQuick は Python による実装です。Python にはバイト型が存在しており、送られてくるデータはこのバイト型として保持しています。これですね。さて、以上の言語と Ruby との大きな違いは何でしょうか。他の言語、特に Java、Go、Python ではバイト列を扱うための専用の型、クラスが存在しますが、Ruby はそうではありません。もちろん、インテジャーの配列やストリングで代替できます。しかし、専用の用途が用意されているというのは大きな利点と言えます。ところで、Ruby でのバイナリプロトコルの実装というものがないはずはありません。先人たちはどのように実装しているのでしょうか。有名なバイナリプロトコルで、かつ Ruby の実装が存在するものといえば、メッセージパックが挙げられます。メッセージパックは広く使われている JSON によるデータのやり取りをよりコンパクトに、より高速に行うことができるオブジェクトシリアライズフォーマットです。メッセージパック Ruby ではシリアライズ、デシリアライズの部分は主に C 言語によって実装されています。もちろん高速に動作する必要があるために C 言語で実装されているというのはあると思いますが、しかし Ruby で実装されていないというのもまた事実ではあります。バイト列を扱うことについて専用のデータ構造があると分かりやすいという話をしましたが、速度についてはどうでしょうか。これは Rust、Go、Python、Ruby の各言語で小文字のハローワールドびっくりを大文字のハローワールドびっくりにするという操作を行った場合の実行速度の比較になります。ソースコードはちょっと後ほど公開させてください。で、変換の作業は、小文字から大文字にする変換の作業は、アップケースなどの文字列操作のために用意されているメソッドを使わずに、A から Z の文字にのみ16進数で20を減算するという処理を実装しています。Ruby においては、数値として扱った場合と、文字列として扱った場合の2パターンで計測してみました。見せてない状態で言うのもなんですが、簡単なコードなので厳密な比較とは言えないかもしれないんですけど、大まかな傾向をつかむことはできると思います。最も高速なのは Rust、もう見えないですね。次に Go、そして Python に次いで Ruby という結果になりました。各言語での内部実装がどのようになっているのかまでは調べられていませんが、専用のデータ構造が存在する言語の方が高速であるという結果になりました。また Ruby で数値として扱った場合と文字列として扱った場合とでは、数値として扱った場合の方がより高速であるという結果になりました。であれば数値としてデータを取り回した方がいいのかもしれませんが、これについては後ほど触れたいと思います。
では結局複数回アンパックを呼べてしまうという問題を防ぐにはどうすればいいでしょうか。簡単な方法としては、アンパックした後のストリングとそうではなく受け取ったデータそのものを扱うストリングをそれぞれストリングクラスを継承した別の名前のクラスにしてしまうことが考えられます。その上でアンパックした結果のストリングに対しては再度アンパックを呼べないようにすることで二重にエンコードしてしまうミスを防ぐことができます。他に取り違いを防止するための方法としてビンデータというジェムを導入してパースするという方法もありますが、これは昨年もお話ししたようにラクター内部では使用できません。そのためこれに依存したコードを書くと将来のラクター移行が困難になってしまいます。ここまでで Ruby でバイナリのデータをまず読み取ることについての難しさについて説明したのですが、送られてきたデータを読み取った後にもう一つの障壁があります。先ほどお見せしたどのようにクイックプロトコルのメッセージを読んでいくかを説明した画像に鍵の絵文字がついていたことにお気づきでしょうか。これは保護された、簡単に言ってしまえば暗号化された値であり、複合して読む必要があることを表しています。複合する段階で気をつけなければいけないことがあります。先ほど速度比較の際にストリングよりインテジャーで扱った方が高速だという結果が出ました。またインテジャーはストリングとは異なり AND、OR、XOR などのビット演算も行うことができます。結果ですね、これは。しかし、先頭に0が複数連続しているバイト列をインテジャーに変換してしまうと連続した0がなかったことになります。なのでバイト列をそのままの形で操作するためにはストリングのまま扱いたいということになります。つまり例えばあるバイト列同士での XOR を導出したい場合はこのようなコードでストリング同士の XOR を取ることになります。また現時点でのはみ出しちゃったな現時点でのイニシャルパケットに含まれる TLS クライアントハローの読み取りはこのようなコードでの実装になっています。こうなることは想像していなかったぞ。出てるかな。16進数としてインテジャーに変換したり逆に16進数として文字列に変換したりを組み合わせた複雑なコードになっています。見るね。ところでこのようなビット演算ができないのは実はバイト型を持っている Python も同様です。Python ではバイナリの XOR を行うためには Ruby と似た次のようなイディオムが用いられます。そして先ほど紹介したクイックの Python 実装である IOQuick においてはこれらの暗号化に関するビットの操作は C 言語で実装されています。ここまで PureRuby でバイナリを扱うことについての難しさについて話してきました。もしここで PureRuby でないという制約がなくなるのであればどのような手段があるでしょうか。やはり C や Rust のようなシステムプログラミングが可能な言語を使うのが向いているのではないでしょうか。近年は Rust の人気が高く YJIT も C 言語から Rust によって書き直されました。近いうちにバンドルジェムによってジェムを作成するときに拡張ライブラリを Rust で書くためのファイルを生成するオプションが追加されるでしょう。これですね。さてもしもバイト列を表現するためのデータ構造が Ruby に導入されるとどのような嬉しいことがあるでしょうか。実行速度の高速化が見込めるだとか、これまで取り上げた文字列ストリングクラスとの取り違いを減らすことができるだとか、
ビット演算がより直感的になるなどの利点が挙げられます。それとは別に、もしバイト列専用のクラスがあると実現できそうな嬉しいことがあります。再びクイックというプロトコルの使用についての話をします。インターネットにおいては、通信するデータはパケットというまとまりになってやり取りされます。もちろんクイックもそうです。クイックではパケットはヘッダーとフレームによってできており、ヘッダーは2種類、フレームは20種類あります。いずれも先頭の1バイトくらいまでを読めば、どの種類のヘッダーもしくはフレームなのかという種類の判別ができます。現在の実装では、このヘッダー、フレームの判別は特定の位置にあるデータに対するケースウェンで行っています。このような単純な例ではあまり効果がありませんが、バイト列に対してパターンマッチができるようになると、例えばバイナリデータのマジックナンバーを検出して処理を行ったりということができるでしょう。とは言ったものの、実際にバイトという名前のクラスがコアに導入されてほしいかという質問に対しては、僕の答えはいいえになります。Ruby はもうすでに20年を超える歴史のある言語です。既存のコード資産が大量にある中に、一般名詞にも程があるバイトというクラスが標準で導入されることは大きな混乱を招くでしょう。何しろ、もうバイトという名前のジェムは存在しています。よって暗号化されたバイナリプロトコルを Ruby で扱う場合には、データをハンドリングする際のミスを減らすために、データの状態に応じて複数のクラスを使い分ける、暗号化・複合における処理の可読性のためにビット演算のためのヘルパーメソッドを定義する、どうしても高速にしなければいけなくなったら拡張ライブラリとして定級言語での実装に切り替えるというような手段を取ることになるでしょう。まとめます。落ちそう。クイック、暗号化されたバイナリプロトコルを PureRuby で実装することについての大きな問題は2つです。まず、標準ライブラリのみではバイナリもすべてストリングとして扱われることです。このため、他の言語と比較した場合、速度的に不利な状況であり、本来はバイナリデータとしての操作を行いたいオブジェクトに対しても、文字列に対する操作を行えてしまいます。バイナリの操作自体で言語使用上不可能な操作は現時点で見つけられていませんが、ミスをしやすい設計であることは否めません。そしてこれもバイナリがストリングとして扱われることが関連していますが、暗号化・符号の操作にデータの変換作業が必要なために煩雑になっています。具体的には XOR が一手間かかる操作になっています。通信プロトコルの実装のために速度が必要な場合や、そうでなくても複雑なビット演算をする場合は、それに長けた言語、C 言語やラストによる拡張ライブラリで実装するのを検討するべきでしょう。ではなぜ困難に対処する方法があるにもかかわらず Ruby のみで実装をしようとしているのか。それは C 言語やラストによる実装を導入すると、ラクターおよび将来的なマルチスレッドに対応させる場合に考慮すべき点が増えてしまうからです。現時点で実装ができているのは、クイックというプロトコルでの通信における初歩の初歩であるイニシャルパケットに含まれる TLS クライアントハローの読み取りまでとなっています。ラクターをやめるタイミングで実装を見直した結果、大部分を書き直したため、昨年からの大きな進展はありません。これからもできる範囲で実装を進めようと思っています。以上で発表を終わります。ありがとうございました。